もしあなたの生活の全てが誰かに監視されているとしたら、1980年2月、アメリカカリフォルニア州スタントン、雑貨屋の事務員として働く女性ドロシー・ジェーン・スコットはこのところある悩みを抱えていました。やあドロシー、今日も声が聞けて嬉しいよ。受話器から聞こえてきたのは異様にテンションの高い男の声。ここ最近その男は毎日のようにドロシーに電話をかけてきていたんです。ドロシーはその男の顔さえ知りませんでしたが、彼はドロシーを大げさに褒めちぎったり、愛していると囁いたり、気味の悪い発言を繰り返します。しつこいわ、二度とかけてこないで。今まで恐怖から何も言えずにいたドロシーはその日初めて拒絶の意思を示しました。そしてその言葉を口にしたばかりに、彼女は数年後焼け焦げた骨となって発見されるんです。ストーカーに拒絶の意思を示した結果、死に追いやられた女性。想定外の行動を繰り返す男に狙われた女性の末路とは。犯人はその女性が死してなお永遠に付きまとったんです。おそす、ケンちゃんだっぴ。やみやみこです。最近見てるっぴ。もうわかるわよ。あれでしょ？タコピーの現在ですね。はい。見ました？見てます。見てる？結構さ、もう気持ちがドロドロなるっていうか、どうすればいいかよくわかんなくって、目の前ではえぐいことが起きてて、すっごいドロドロ気持ちがかき乱されるようなアニメだなって今思って見てる。あれね、結構落ちてる人が見るともっと落ちちゃう気がするから、気をつけないといけない、ね。気をつけて見た方がいいかもね。リアルなとこもあるなと思うし、アルゴ見てる人はね、結構好きだと思うんだよね。ちょっと強調しすぎじゃない、やりすぎじゃない、本当にこんなことあるのって疑って見ちゃうけど、冷静に考えてみると全然あり得る話で。全然あると思う。だからこそなんかもうすごい複雑な感情になる。あんま見たことないなっていうアニメなんですけど。すっごいダークなドラえもんとかって言われてるからね。タコピー全然空気読めてないところあるじゃん。人間のことを全然理解してないからこそ、理解する過程の中で我々も自分自身のことを思い知らされるとか、人間自身のことを思い知らされるようなアニメ。なのでね、宇宙人が地球を降り立ったって意味では、アルゴメトリと一緒ではあるんで、我々はね、ヤミコの現在、ネットリックス、タコピーの現在としてね、見ていただければと思います。今回はアメリカカリフォルニア州で起きた未解決の殺人事件をご紹介します。被害者の女性はいわゆるストーカーに付け狙われていたんですが、彼女はある日忽然と姿を消し、数年後黒焦げの骨となって発見されたんです。何それもう数年の間に何があったのよ。これほんと気味悪いっすよね。このきっかけっていうのは女性の元にかかってきた一本の電話だったんです。その電話は最初から十分に恐怖を覚える内容だったんですが、本当の恐怖が女性がその男を拒絶したことから始まるんです。忍び寄る影。1980年2月、アメリカカリフォルニア州スタントン、サイケデリックな雑貨店で事務員として働く女性ドロシー・ジェーン・スコットはその日も何気なく店にかかってきた電話を取りました。ドロシー、やっと話ができたね。僕たちは出会う運命だったんだ。愛しているよ。受話器の向こうから聞こえてきたその声に思わず顔をしかめるドロシー。男はまるで恋人に話しかけるかのような口ぶりですが、ドロシーはその声に一切聞き覚えがなかったんです。4歳の息子を育てるシングルマザーのドロシーは仕事が終わればすぐに家に帰り、息子との時間を何よりも大切にする穏やかな日々を送っていた女性。平凡でも幸せだった彼女の日常はこの電話をきっかけに一変するんです。最初に電話がかかってきた次の日も男は店に電話をかけてきました。いやードロシー、今日も君の声が聞けて嬉しいよ。その翌日も翌々日も男からの一方的な電話は延々と続いたんです。しばらくは恐怖で何も言えずにいたドロシー。しかし毎日しつこくかかってくる電話に彼女は次第に苛立ちを覚えるように。そしてある日の電話でドロシーはきっぱりとこう告げたんです。二度とかけてこないで。怒りをあらわに声を張り上げ、叩きつけるように受話器を置いたドロシー。しかしその日彼女が拒絶の意思を伝えたことは結果から言って全くの逆効果だったんです。何よ、もう怖いわね。この後ね、この男からは愛を囁かれるよりもよっぽど怖い電話がかかってくるんです。ドロシーが男を拒絶した翌日の午後、またいつものように店に電話がかかってきました。電話の呼び出し音に思わず体をこわばらせるドロシー。大丈夫、これは仕事の電話よ。彼女は平静を装って受話器を取りました。すると、お前は俺から逃げられない。ところで今日のその青いブラウスあまり似合ってないぞ。
電話をかけてきたいつもの男はまるでどこからかドロシーを見ているかのように彼女の服装をぴったり言い当てたんです。それだけではありません。男はこの日以降、ドロシーが仕事の休憩中に会話した同僚の名前や帰宅途中に立ち寄った店などを事細かに伝えてくるように、常にどこかで見張られているような恐怖に苛まれ、ドロシーは日に日に憔悴していきました。そして男は彼女をさらに追い詰める言葉を使い始めます。お前を殺してバラバラにしてやるよ。誰にも見つけられないようにな。こんなの普通に殺害予告じゃないのよ。この警察に通報できなかったの？当時はね、まだまだストーカーとは認識されてなくてですね、これだけじゃね、警察も動いてくれなかったんだと思います。犯人はこの後電話だけじゃなくて、物理的にもドロシーに近づいてくるんです。ドロシーへの殺害予告から数日後、男はこんな電話をかけてきました。君にプレゼントがあるんだ。車のところだよ。見てごらん。電話が切れた後、ドロシーは恐る恐る自分が車を止めている駐車場へ。そして車のフロントガラスを見ると、そこには一輪の枯れたバラが置かれていたんです。もはや電話だけでは済まなくなった男の行動にドロシーは嫌な予感を覚えますが、当時はストーカーが犯罪として規定されていない時代、警察もすぐには動いてくれません。身の危険を感じた彼女は護身用に拳銃の購入も考えましたが、まだ4歳の息子のことを思うとあまり銃を家に置きたくはありませんでした。最終的にドロシーは空手のクラスに通い、いざという時に自分で身を守れるよう心がけるくらいしかできなかったんです。一昔前の事件だとさ、ストーカーじゃもう警察は動いてくれないってよくある話だったわよね。起きてからじゃ遅いのにね。そのためね、ドロシーは自分の身は自分で守ろうとしてたんですが、この男はね、ドロシーの抵抗する暇もないうちにね、彼女を連れ去ってしまうんです。予期せぬ連れ去り。ストーカーの脅迫が始まってから3ヶ月後の1980年5月28日の夜、ドロシーは同僚のコンラッド・ボストロン、パムヘッドと共に職場を出ました。顔色の悪いコンラッドを支えながら慌てた様子でドロシーの車へ乗り込んだ3人。職場での会議中、彼は毒蜘蛛に噛まれたようで体調を崩していたんです。3人はカリフォルニア州アナハイムの UC アーバイン医療センターへ向かうことに。バッグミラーに映るコンラッドの顔は青白く、額にはびっしりと冷や汗が。彼は時折腕の腫れを押さえながら苦痛に顔を歪めていました。大丈夫、もうすぐ病院に着くからね。ドロシーはハンドルを握りながらも後部座席のコンラッドに声をかけ続けました。夜中まで付き添うことになるかもしれないと考えたドロシーは病院への道中、アナハイムにある両親の家へ。そこでもともとつけていた黒いスカーフからより暖かい赤いスカーフに着替えたんです。そして数時間の治療が終わり、午後11時頃、3人が病院から帰路に着こうとした際のこと。コンラッドはあまり動かない方がいいわ。車を回してくるわね。ドロシーはそう言うと、同僚のコンラッドとパムを病院の出入り口に残し、駐車場へ一人で向かいました。するとどうしたことか、彼女は駐車場から戻ってくるまでにやけに時間がかかったんです。遅いわね。どうしたのかな。そうやってパムとコンラッドが首をかしげていると、駐車場の暗がりから急発進で現れたドロシーの白いステーションワゴン。車はコンラッドとパムの前を通り過ぎ、猛スピードで走り去っていったんです。やばすぎ。もう絶対いつも電話してきてた男じゃないのよ。そしてね、この後ドロシーはね、同僚や友人、家族の前から忽然と姿を消すんです。ドロシーは何者かにさらわれてしまいましたが、ヘッドライトが逆光となり、運転手の顔は確認できませんでした。そのため同僚のパムとコンラッドは当初、ドロシーの息子に何かあり、彼女が急いで帰らなければならなくなったのだと考えていたんです。しかし2人がその後何度連絡してもドロシーは反応しなかったため、警察へ通報することに。その数時間後の午前4時半頃、彼女が無事だとは思えなくなる事実が判明するんです。夜明け前のその時間に工業地帯の住民から通報を受け、現場へ駆けつけた警察。通報の理由はそこに止められた1台のステーションワゴンでした。その車は行方不明になっていたドロシーの車。そしてその車は激しい炎を上げ燃えていたんです。消防隊が消火にあたり、鎮火の後に残されたのは黒く焼け焦げた車の残骸。ヘッドライトのスイッチがつけっぱなしだったことと、運転席のドアが開け放たれていたことから、何者かが慌てて逃げ出したことが見て取れました。焼け跡の中にドロシーの姿は見当たらず、ここから彼女は一切行方がわからなくなってしまうんです。これただごとじゃないじゃないのよ。もうどこ連れ去られたの一体。警察はね、この後誘拐の線で捜査を進めました。そして地元紙が事件を報じると、犯人の男から電話がかかってきたんです。嘲笑う男。
ドロシーの失踪後、父親ジェイコブの依頼を受け、地元紙サンタアナレジスターが彼女の失踪事件に関する記事を掲載。するとその記事が発表された直後の1980年6月12日、同紙の編集部へ一本の電話がかかってきました。ドロシー・スコットは俺の恋人だった。俺が彼女を殺した。浮気しやがったんだ。ふざけやがって。そう、電話口の男はなんと自分が事件の犯人だと名乗り出たんです。自分から電話かけてきたってさ、しかも何、恋人だったってどういうこと？ドロシーとは電話しただけだったんじゃないの？男の中ではね、完全に恋人だと錯覚していたようなんです。そして彼がね、自分から電話をかけてきたのは、彼自身が自分は被害者だと思い込んでいて、むしろドロシーに対して行った復讐は正当なものだって、ね、主張するためだったんですよ。ここで本日のメトラーキーワード、ストーカー特有の権利意識について。ストーカー加害者は過度な執着にのめり込むうちに相手を理想化し、自分のものだと思い込む傾向があるといいます。今回の犯人にしてもほぼ電話でしかやり取りしていないにもかかわらず、ドロシーは俺の恋人だったとありもしない妄想を語り出しました。このようにストーカーは勝手に権利意識を持っていることがあり、拒絶されると恋人なのにないがしろにしたなどと怒りを覚えるケースが多いんです。相手に拒絶されて問題行動をエスカレートさせるストーカーの多くは、その相手に傷つけられたと感じており、自分はむしろ被害者だと思っています。そのため、たとえ逆恨みであっても本人の中で復讐行動が正当化されてしまうんです。男の電話を取った地元紙の担当者は、最初こそ冷やかしだと思っていましたが、話を聞くうち彼が本当にドロシーをさらった犯人だと確信しました。男はドロシーが毒蜘蛛に噛まれた同僚を病院に連れて行ったことや、彼女が赤いスカーフを身につけていたことなど、事件当日のことを詳細に知っていたんです。編集部の通報を受けた警察は、あの場にいた人間しか知り得ない情報を知っていたその男を犯人と断定し、捜査を進めることに。一方で男の矛先はなんとドロシーの家族にまで及んでいました。ドロシーの実家にはたびたびこんな電話がかかってくるようになったんです。娘はここにいるぜ。俺と一緒だ。ドロシーは死んだ。俺が殺したんだ。男から電話がかかってくるのは毎週水曜日の午後。男は毎回ドロシーの母親ベラが自宅に一人でいるタイミングを狙い、その電話をかけてきていました。娘を心配するベラの心をもてあそぶようなその電話はなんと4年間も続いたんです。わざとしゃがれさせたような声で話すその男に、母親ベラは何度となく苦しめられました。警察は逆探知も試みましたが、電話は毎回非常に短く、発信源は特定できなかったんです。そしてドロシーの失踪から約4年後の1984年4月、いつものようにかかってきた男の電話に、その日はたまたま父親のジェイコブが応じました。すると男は何も話さずに即座に電話を切りました。奇妙なことに、この日を境に男から電話がかかってくることもなくなったんです。4年間も電話がかかってきてたってこともさ、お母さんが一人だけの時を狙ってかけてきてたってことももう全てが気持ち悪い。家族のこともね、どっかから監視してたような気しますよね。そしてこの後ついにドロシーが発見されるんです。彼女が発見された後、犯人はまたゾッとするようなことをするんです。癒えない傷跡。男の電話が途絶えてから約4ヶ月後の1984年8月6日、アナハイムの人里離れた建設現場付近で人間の頭蓋骨の一部が発見されました。犬の骨と一緒に遺棄されていたその骨は黒焦げの状態。その場所では2年前に大規模な山火事が発生しており、人骨はその際に焼けてしまったと考えられたんです。歯科記録との照合の結果、その頭蓋骨はドロシーのものであると判明。さらに遺骨のそばからは、彼女が失踪当時に身につけていたターコイズの指輪と腕時計も発見されました。そしてそれはドロシーの遺骨が発見された2日後のこと。静まり返ったリビングに響いた電話の呼び出し音。ドロシーの死を知らされたばかりの母親ベラは暗く沈んだ表情のままソファーから立ち上がり、電話機へと向かった。そして電話を取ると、受話器から聞こえてきたのはこんな言葉だった。ドロシーは見つかったか？聞き覚えのあるしゃがれた声に母親ベラは背筋を凍らせる。あなたは。ベラが何かを言おうとした途端、その電話は途切れた。いやもうさ、犯人の行動が異常すぎてさ、ホラー映画の一幕なんじゃないかって勘違いするぐらいよこれ。この男の正体っていうのが余計気になりますよね。実のところ犯人っていうのはドロシーだったり、その周囲の人物がよく知っていた人なんじゃないかっていう説があるんです。ドロシーの死後、警察は複数人の容疑者を挙げました。その中で最有力とされたのが、彼女の店の向かいの自動車修理工場で働いていたマイク・バトラーという男。ドロシーの同僚の兄弟でもあったマイクは、彼女
女とも交友がありました。ドロシーが失踪した1980年当時、彼は一度警察の尋問を受けており、次のように話しているんです。俺はドロシーと結婚したいと思っていました。念のために説明しておくと、マイクとドロシーが恋愛関係だったことは一度もありません。そしてドロシーの店の向かいの工場で働いており、友人でもあったマイクが犯人だとすれば、彼女の行動を間近で監視できたことも辻褄が合います。また注目すべきは、ドロシーの遺骨が犬の骨と一緒に発見されたこと。マイクにはオカルトの趣味があり、ドロシーの骨を犬の骨と一緒に遺棄したのは何らかの儀式だったのではないかと考えられたんです。ドロシーの息子シャンティにしても、後のインタビューで母を殺したのはマイク・バトラーに違いないと言及。このようにマイクには疑わしい点が多数ありました。しかし結局のところ、マイクの結婚したいという発言や周囲の人たちの証言だけでは証拠不十分。2014年にマイクが亡くなったことで、真相の究明はさらに困難を極め、40年以上経った今でも事件は未解決のままなんです。執拗にドロシーにつきまとい、彼女が亡くなった後も家族への嫌がらせをし続けた犯人。ストーカーは被害者と特別な関係だと勝手に思い込んでいることがあり、強く拒絶することは時に逆効果となってしまいます。大切なのは、いかにことを荒立てずに距離を取るか。しつこくつきまとってくる相手がいたとして、あなたならどのように身を守りますか？